やかです。それでは今週のウィークリーニュースの時間です。ディズニー100に関する情報やグリーティングの変更、ホラーハウスアナウンスメントや新しいアトラクションのオープンまで今日はたくさんの大きなニュースがあるので最後までしっかりと見ていってください。それでは行きましょう。それではウォルト・ディズニー・ワールドのニュースから入っていきたいと思います。そしてまずディズニー100周年のお祝いについてのニュースです。ディズニーは以前にもウォルト・ディズニー・ワールドでのディズニー100のお祝いはエプコットがセンターになると言いましたが、エプコットにやってくるディズニー100セレブレーションについての詳細がようやく公開されました。エプコットのディズニー100セレブレーションは2023年の9月22日から12月31日まで開催されます。すでにウォルト・ディズニー・ワールドの4つのパークには100周年のフォトドロップが設置されていますが、ワールドセレブレーションに新しいプラチナムのミッキーマウス像がやってきます。そしてゲストはスペースシップアースを背景にこの新しいプラチナムのミッキーマウス像と写真を撮ることができるようになります。ちなみに現在もディズニーワールドのいろんなところでディズニー100のフォトパスやマジックショットを撮ることができますが、これもエプコットのディズニー100の間は続行されます。またワールドセレブレーションにはたくさんのキャラクターが載った新しい壁画も登場し、至る所でプラチナムのバナーやデコレーションを見かけることができます。そしてもちろんイマジネーションパビリオンでは100周年の衣装を着たミッキーとミニーに会うことができます。またゲストはスペースシップアースが毎晩特別なカラーとライトでライトアップするのを見ることができます。そしてディズニー100限定のフードについてですが、エプコットインターナショナルフード&ワインフェスティバルとエプコットインターナショナルフェスティバルオブザホリデーズの間、限定のフードブースが設置され、ゲストはここで100周年限定の食べ物を購入することができるようになります。さらにエプコットでは100周年のテーマカラーであるパープルのミッキーバルーンプレミアムポップコーンバケットも販売されます。それでは以上が今のところ公開されているウォルト・ディズニー・ワールドのディズニー100の詳細になります。それでは次にマジックキングダムでのグリーティングの変更です。マジックキングダムのフェアリーテールガーデンでのメリダのグリーティングがクローズしてしまいました。そしてディズニーが以前発表したように、ここフェアリーテールガーデンにはエンカントのミラベルとのグリーティングがやってきます。しかしご心配なく、メリダのグリーティングは場所が変更されただけなので、ゲストは今でもマジックキングダムでメリダに会うことができます。メリダは現在リバティスクエアでグリーティングを行っており、出てくる時間はマイディズニーエクスペリエンスアプリで確認することができます。そしてメリダの以前のグリーティングロケーションだったフェアリーテールガーデンにはマドリカルファミリーからインスピレーションを受けた新しいデコレーションが加わり、ミラベルのグリーティングロケーションに変身します。ミラベルのグリーティングは今年の秋に始まる予定ですが、今のところはまだ正確な日時は分かっていません。そしてミラベルがいつやってくるのか分かり次第このチャンネルでお知らせするので、まだの方はマークさえロストインワールドにチャンネル登録をして今後のディズニーニュースを見逃さないようにしてください。また Twitter マジカリーサヤとスレッドマークサイロストインワールドでもリアルタイムでディズニーのニュースをシェアしているので、ぜひそちらの方もフォローよろしくお願いします。それでは次のニュースに進みたいと思います。ディズニーのオールスタームービーリゾートとオールスタースポーツリゾートにキャラクタークリックというフォトパス体験がやってきました。キャラクタークリックはディズニーのキャラクターたちと一緒に写真を撮ることができるフォトブースです。これはどうやって使うかというと、まずマジックバンド、マジックモバイル、またはホテルキーをタップし、写真に載ってほしいキャラクターを選びます。キャラクターは100周年の衣装を着ていて、複数のキャラクターを選ぶこともできます。そしてキャラクターが画面に現れると一緒にポーズをして写真を撮るだけです。このフォトブースは期間限定で利用可能で、撮った写真は全て無料でダウンロードすることができます。それでは次のニュースです。ディズニーワールドの最もアイコニックなアトラクションの一つ、ホーンテッドマンションが一時的に休止になります。ホーンテッドマンションがクローズするのは8月7日から9日で、ディズニーはこの休止についての情報は公開していませんが、休止期間中にあるゴーストが追加されるかもしれないという噂があります。そうです、ハットボックスゴーストです。ハットボックスゴーストはディズニーランドのホーンテッドマンションがオープンした時にアトラクションに登場したアニマトロニクスで、ゴーストの頭が消えて、その後またハットボックスに頭が現れるっていう特殊効果を搭載していたんですけど、デビューしてからすぐにこの頭が消える特殊効果が作動しなくなってしまったことが原因で、アトラクションからこのハットボックスゴーストが取り除かれてしまったんですね。しかしこの少しの間しかいなかったにもかかわらず、ハットボックスゴーストはファンの間で大人気になったんです。
ということでまた2015年にディズニーランドにこのハットボックスゴーストが復帰しました。そしてそれ以来ディズニーランドのホーンテッドマンションにはこのハットボックスゴーストがいるんですけど、ディズニーワールドのホーンテッドマンションにはこのハットボックスゴーストがいないんですね。そしてディズニーファンはずっとディズニーにウォルト・ディズニーワールドにもハットボックスゴーストを持ってきてくれっていうお願いをしてたんですけど、ようやく今年2023年にウォルト・ディズニーワールドにもハットボックスゴーストがやってくることになりました。しかしハットボックスゴーストがいつウォルト・ディズニーワールドでデビューするのかはまだ正確な日にちは分かっていません。そしてこの今回のウォンテッドマンションの休止期間中にハットボックスゴーストが追加されるのかどうかはまだ分かりませんが、まだ新しい情報が入り次第皆さんにお知らせしたいと思います。ハットボックスゴーストがやってきますように楽しみです。それでは次のニュースです。オーランド空港とディズニーワールド間のトランスポーテーションに変更がありました。昔はウォルト・ディズニーワールドの直営ホテルに宿泊するとマジカルエクスプレスという無料の送迎シャトルでオーランド空港と皆さんのリゾート間を移動することができていました。しかしこのマジカルエクスプレスが撤去されてしまったんですね。そして撤去されて以来ミアースコネクトとサンシャインフライヤーという2つの会社が有料でこの昔のマジカルエクスプレスの役割を果たしてゲストのオーランド空港とリゾートホテル間の送迎をしていました。しかしなんとこの2つの会社が合併することが発表されました。この新しいサービスはミアースコネクトドリベンバイサンシャインといい空港とホテル間の送迎を提供し続けます。さらに24時間毎日のサービス、エクスプレスオプション、プライベート送迎などよりたくさんのサービスも加わることになりました。この変更は8月1日からです。そしてもし皆さんがミアースコネクトまたはザ・サンシャインフライヤーズの送迎の予約をしていて何かこの合併に関しての質問があれば 407-423-5566 へ電話でお問い合わせをすることができます。それでは次にフードニュースです。マジックキングダムのストーリーブックトリーツのメニューにラプンツェルサンデーが追加されました。ラプンツェルサンデーは7ドル79セントでショートケーキ、レモンドールウィップ、ワイルドベリーソフトクリームが入ってベリーコンポートとシュガーフラワーで飾り付けされています。そしてストーリーブックトリーツのもう一つの新作メニューがオーロラコーンです。オーロラコーンは6ドル29セントでシュガーコーンにストロベリードールウィップ、ブルーアイスクリームが乗ってチョコレートクリスプパールで飾り付けされています。それでは次にグッズについてです。ギャラクシーズエッジに新しいポップコーンバケツがやってきました。このポップコーンバケツはいろんなドロイドのパーツから作られたという設定のドロイドパーツポップコーンバケツで、最初にディズニーランドのギャラクシーズエッジにメイラフォースのお祝いとして登場しましたが、ようやくウォルト・ディズニーワールドのギャラクシーエッジでも購入することができるようになりました。ドロイドパーツプレミアムベッセルは好きな味のポップコーンが入って24ドル99セントで購入することができます。それでは次にディズニークルーズについてのニュースです。今年の初め頃にディズニーバンドプラスがディズニーのクルーズシップに導入されることが発表され、今のところディズニーバンドプラスはディズニーの最新シップディズニーウィッシュで導入されていますが、7月29日からディズニーファンタジーでもディズニーバンドプラスが使えるようになります。ディズニーバンドプラスはマジックバンドプラスと同様にお部屋のドアをアンロックしたり支払いをしたりすることができるウォータープルーフのリストバンドです。そしてマジックバンドプラスとディズニーバンドプラスがどう違うかっていうことについてなんですけど、ディズニーバンドプラスもマジックバンドプラスもどっちも同じようなことができて同じような機能がついているので大体同じですあんまり違いはありません。ただディズニークルーズで使うのかディズニーのテーマパークで使うのかによって名前が違ってくるだけです。なのでもし皆さんがディズニーランドやディズニーワールドで買ったマジックバンドプラスがあるんだったら、このマジックバンドプラスをディズニークルーズでディズニーバンドプラスとして使うことができます。なので新しいディズニーバンドプラスをわざわざ購入しなくても大丈夫です。しかしまだディズニーバンドプラスもマジックバンドプラスも持っていなくて、次のディズニークルーズに備えてディズニーバンドプラスが欲しいんだったら、今のところディズニーウィッシュとディズニーファンタジーのグッズ店でディズニーバンドプラスを購入することができます。それでは次にユニバーサルオーランドリゾートのニュースに入っていきたいと思います。まずはハロウィンホラーナイトのニュースからです。なんと今年のユニバーサルスタジオオーランドとユニバーサルスタジオハリウッドのハロウィンホラーナイトにストレンジャーシングスのホラーハウスがやってくることが公式に発表されました。これはすごい大きいです。
ストレンジャーシングスは北米でナンバーワンのネットフリックスシリーズで、たくさんのファンがストレンジャーシングスのホラーハウスがハロウィンホラーナイトにやってくることを願ってたので、もうこれはもう大人気のホラーハウスになりそうです。以前のハロウィンホラーナイトにもストレンジャーシングスのホラーハウスはありましたが、なんと今年のハロウィンホラーナイトでは初めてベクナも登場します。もうすでにすごい怖そうストレンジャーシングスのホラーハウスはゲストをストレンジャーシングスの舞台であるホーキンスにトランスポートし、ゲストはここでベクナと敵対することになります。ホラーハウスはシーズン4がテーマとなり、ハーキンスラボやベクナのマインドスペースなどシリーズのアイコニックなシーンを特集します。さらにイレブン、マックス、エリーなどのキャラクターたちも登場するそうです。今年のハロウィンホラーナイトにThe Last of Usのホラーハウスがやってくる発表があったんですけど、北アメリカでは The Last of Us もストレンジャーシングスと同じようにすごい人気ですごい大きいので、その The Last of Us のホラーハウスアナウンスメントがあった後、私はストレンジャーシングスは今年もないと思ってたんですけど、まさかの The Last of Us とストレンジャーシングスと2つも今年のハロウィンホラーナイトにやってくるということで、もう今年のハロウィンホラーナイトはもうすごくなりそうですで、私もマークとストレンジャーシングスはシーズン4まで全部見たので、すごい楽しみです怖そうだけどすごい楽しみです。知らない人もいるかもしれませんが、私たちはなんと今年ユニバーサル・スタジオ・オーランドのハロウィンホラーナイトに行きますそしてブログも撮影する予定で、皆さんに私たちの初めてのハロウィンホラーナイトでの体験をシェアするつもりなので、もしまだマークサイロストインワールドにチャンネル登録をしてなくて、その動画を見たい方は今のうちにチャンネル登録をして、そのブログも見逃さないようにしておいてください。楽しみですそして次のニュースですが、ユニバーサル・スタジオ・フロリダにやってくる新しいアトラクション、イルミネーションズ・ヴィランコン・ミニオン・ブラストがソフトオープンしました。イルミネーションズ・ヴィランコン・ミニオン・ブラストは動く歩道の上に立ってするシューティングゲームアトラクションで、映画ミニオンズ・ザ・ライズ・オブ・グルーがテーマになっています。簡単に言えばバズ・ライトイヤーズ・スペース・レンジャー・スピンの立ってするバージョンです。で、乗り物に乗ってシューティングする代わりに自分が乗り物になるっていう感じです。そして今このアトラクションはテクニカルリハーサル中で運行されています。そしてこれはどういうことかというと、まだこれは公式なオープンではないので、アトラクションの一部の機能が動かなかったり、アトラクションが完全に機能しない可能性もありますということです。そして今のところこのアトラクションがいつオープンされるのかはまだ公開されていないので、しばらくはまだこのテクニカルリハーサルが続くと思います。で、テクニカルリハーサル中でももちろんこのアトラクションを体験することはできるんですけど、このアトラクションを体験している時に何か問題が起こるかもしれないということを気に留めておいてください。それでは以上が今週のウォルト・ディズニー・ワールドとユニバーサル・スタジオ・オーランドのニュースになります。もしこのビデオが少しでも役に立ったらビデオにいいねをしてくれるととっても嬉しいです。そしてですね、来週は実はマークのお誕生日なので、私たちはマークのお誕生日旅行に行ってきますそこで来週はウィークリーニュースを上げることができないんですけど、その再来週はその来週起こったことも全てまとめてまたウィークリーニュースを再開するので、ぜひそのビデオも楽しみに待っていてください。そしてもう何回も言ってますがまだの方はマークサイロストインワールドにチャンネル登録をして、このチャンネルの通知をオンにして今後のディズニーやユニバーサルのニュースを見逃さないようにしてください。それではまた次回のビデオでお会いしましょう。Make today magical! Bye!